名古屋駅にある高島屋でアムール・ドゥ・ショコラというバレンタインのイベントに行ってきて、帰ってきて今仕事を少ししてちょっと一段落ついたっていうところです。で、アムール・ドゥ・ショコラで買ってきたものをさらっとご紹介しようかなと思います。じゃじゃーん、大輔遠藤のタブレットプラリネトンカキャラメルというチョコレート、こちらを買いました。ネットでそのアムール・ドゥ・ショコラのカタログを見れるんですけど、でそれを見てる中でちょっとこのタブレットにすごい惹かれて、もし買えたらこれだけでも買ってきたいなって思ってたチョコレートだったので、運よく手に入れられてよかったです。間違った情報をお伝えしちゃ問題だと思うので、ネットを見ながらこのブランドとこのチョコレートについてご説明しますね。大輔遠藤っていうブランドはオーナーパティシエさんの遠藤大輔さんという方が、やっているブランドです。2022年にフランスに、行っていて、フランスのパティスリーで修行を積んで、2024年に日本の東京に、お店をオープンしたということで、なのでお店自体は東京にあるみたいですね。東京にあるんですね。でこの、タブレットプラリネトンカキャラメルっていうのはベネズエラ産カカオ 72% ショコラノワールにトンカ豆の甘い香りをまとわせたプラリネノワゼットトンカを流し、キャラメルを閉じ込めた新感覚のタブレットで、これすごいね、表面がボコボコしてるんですよ。これがすごい面白いなと思って、でこのボコボコした形がすごい印象的で、もう今すぐ開けて食べたいんですけど、夜夫が仕事から帰ってきたら一緒にデカフェコーヒーでも飲みながら開封して楽しみたいなと思ってます。もうすごい人でした。平日だったからまだ空いてるかなって思ったんですけど、なんかもう道というか通路も普通に歩けないんですよ。で私が買ったお店も行列待ちというか、買うまでにちゃんと列に並んで待たなきゃいけなくって、でその列がイベント会場が10階なんですけど、その11階もう多分イベント会場はいっぱいすぎて11階に行列の最後尾があって、でそこから2時間ぐらい並んでようやく、買うことができました。やっぱりそういう2時間並ぶとかは人気店とか今回初出店とかなかなか買えないお店がほとんどだと思うんですけど、でもそれでもやっぱりすごい人でしたね。私もこの1個買うのが精一杯だったんですけど、みんなすごいたくさん袋持ってて、どうやって買ってるんだろうと思って、本当にこんなにたくさんのチョコレート屋さんとか洋菓子屋さんとかが集まるイベントってそうそうないので、1年に1回のお祭りって思ったらやっぱり行っといてよかったなって思いますね。そういう空気感を味わうのもそうだし、なんか
そういうイベントに直接行くと、なんかこれだけたくさんの人がバレンタインのチョコレート、バレンタインというかチョコレートなのかな、チョコレートにみんな興味関心があって熱狂しててっていうのを感じると、チョコレートってそれだけ人を動かす力があるんだっていうところとかもうなんか肌で感じて、そういう温度ある体験とかってやっぱり行ってみないと感じられないし、五感で実感できないよなって思ったので、結構やっぱり大変ではあったんですけど、2時間並ぶって私的には、そんな感じでちょっとおしゃべりして気分もリフレッシュできたので、仕事を再開しようかなと思います。通常の仕事に加えて確定申告作業も入ってきてるので、大変一緒に頑張りましょう。2時間並んでゲットしてきた大輔エンドというブランドの板チョコレートでございます。これが噂の2時間並んだ2時間待ちのすごいね至宝でございます。なんかね、前情報だとそんなにね、並ばないでいいっていう。そうなんかそんなに混んでないっていう話だったけど、すごい本当に写真通りの見た目だ。そうなの。なんかすごいボコボコしてるね。端っこでも本当？じゃあいくよ。結構簡単に割れた。結構柔らかいね。なんか全部チョコじゃないんだね。結構チョコレートビターだね。そうだね。
フレンチトーストです。すごいね。朝からうん、美味しい。美味しい。うん。意外といいこと言うね。Vous avez marché longtemps? Vous avez marché jusqu'à la maison? C'était vers quand tu étais petite. Tu étais très jeune dans les années 70. Are you going to show me some photos?アヒポキ丼にしました。簡単に。アヒポキって言うんだ。ちょっと最近あったかい。うん。